現月が再び満ち、世はまた移ろう。持った定規はこの世の善悪を図るが、心の刃は己の善悪を決めかねている。優越と豊穣の力を持つ少女は現月遊戯の仲裁者でありながら参加者となった。この裏にどんな秘密があるのか、そして楽園に嵐を呼び込もうとしている黒幕とは。今回の一手請求では二層楽園の仲裁者にして風紀委員比叡に迫っていこう。今日のゲストは週刊たぬきの元社長、連載中の人気漫画晴天航路もふもふ号の作者、二次元ホース先生ことステラさんだ。開拓者にファンの皆さん、こんにちは。いつも一手請求と漫画の応援ありがとう。はあ、締め切り近いのに全然筆が進まない。気分転換しないとね。請求列車フェスでのサイン会から直行してくれたそうだな。遠くからどうもありがとう。いやいや、比叡って子私の大ファンらしいからさ。国民的作品なら誰が知っててもおかしくないと思うが。そう？だってサイン会で私に抱きついて言ってたよ。ホース先生、第1巻第1話の1ページ目からもうそこまでで。とりあえず比叡をよく知っているようだな。ゲームの仲裁者が参加者にどんなわけがあるんだろうね。私の漫画より面白そうだよ。まさかあらゆる物語を読み全てを見通す漫画家の興味を引くようなものが。ああ、次のモフモフ号はストップ。ここでネタバレされたら私の命に関わる。本題に戻ろう。比叡は優越の運命を歩む物理属性アタッカーだ。仲裁者である彼女は妖刀で悪を裁く。大きな刀を持って街中歩いたら治安官に目をつけられるけど、可愛いリボン付きの定規なら平気だね。通常攻撃では指定した敵単体に物理ダメージを与える。戦闘スキルは指定した敵単体と隣接する敵に物理ダメージを与え、爆笑ネタを追加で獲得するぞ。定規でぶたれるところを見たら確かに爆笑ものだね。これで爆笑とは、アッハはツボ浅めだな。戦闘中比叡は会心ダメージの一定割合分の優越度を獲得する。また EP 獲得時に同僚の爆笑の褒美を獲得する。その逆もしかりだ。なかなか面白い設定だね。 EP と楽しみを変換してぐるぐると。漫画だとその身に宿る2つの力に悩むキャラが悩みを深めるほど力同士が影響し合って驚きの神展開を生み出すなんてこともあるね。ホース先生はインスピレーションを拾うのがうまいな。累計で一定量の EP を獲得すると助手の狐先生が追加攻撃を発動。敵に物理ダメージを与え比叡の EP を一定量回復する。必殺技では敵全体に物理ダメージを与えた後、ランダムな敵に物理ダメージを数回与える。特定の奇跡解放後フィールド上の敵の数が特定の条件を満たすとバウンド回数が増えるぞ。爆笑の褒美を所持する比叡の戦闘スキルと必殺技は強化され、物理ダメージ以外に追加で物理の優越ダメージも与えられる。狐先生の追加攻撃も敵全体に物理の優越ダメージを与えられるぞ。つまり爆笑の褒美を素早く貯めることが大ダメージの鍵になる。 EP と同時に獲得できる爆笑の褒美以外に優越スキルで敵全体に物理の優越ダメージを与えることでも爆笑の褒美を獲得できる。特定の奇跡解放後比叡は自身以外の味方の爆笑の褒美終了時一定量の爆笑の褒美を獲得でき、自分より優越スキルの出演番号が小さい味方が爆笑の褒美を獲得するとその一部を自分のものにできる。秘技は一定範囲内の敵を即座に攻撃する。戦闘に入った後は敵全体に一定の物理ダメージを与え爆笑の褒美を獲得するぞ。こんなに爆笑の褒美を集めて耳いや腕が立つな。そう、
晴天航路モフモフ号花コン外伝を書こう。主人公はシティルーラー。こうご期待。これじゃあホース先生の新キャラ発表番組だ。一手請求のゲストであることを忘れないでくれ。ではまとめよう。比叡は編成の自由度が高い優越運命のアタッカー。 EP と爆笑の褒美のシナジーにより比叡は短時間で大量の爆笑の褒美を獲得でき、必殺技で大ダメージを出せる。味方から爆笑の褒美を獲得できる優越パーティーはもちろん、他の運命の味方と組んでも EP 回復の時に爆笑の褒美を獲得し、必殺技で敵を倒せる。多様な編成で敵をサクッと片付け大金スターク。ステラさん、晴天航路モフモフ号の最新刊を読んだぞ。実に面白かった。そんなぶしつけなお願いなんだが、この先どこかで私も出してもらえないだろうか。ふむ、あるね。君にぴったりの役が。語ろうってやつ。ちょっと間抜けな黒幕でストーリーの矛盾点を探したり隠したりしながら展開に重要なヒントを与えるっていう設定のキャラ。名前はフクロウとナレーションの役割を掛け合わせたものだよ。結構よくない？ナレーションには姿がないよな。それにどこかの猿とキャラが被っているような。バレちゃった？じゃ、締め切り近いし帰るね。バイバーイ。ステラさん、どうか私のことも書いてくれ。